さあそして、今回のジャパンカップなんですが、海外から、ディープ3区のオーギュストロダン、それに武さんはハーツくらいの馬で戦うと、この辺り競馬ファン随分注目されてるんですが、この点に関して武豊さんどうご覧になってますか？そうですね、オーギュストロダンが参戦というのは早くから聞いてましたし、ディープインパクトの、最終世代で、イギリスのダービー馬ですし、本当ヨーロッパ最強馬と言っていいと思う馬がね、こうやって、ラストランでジャパンカップに来るというのは非常に、非常に大きなことだと思いますし、たまたまね、私がハーツクライ3区で一緒に戦うというのは、本当に競馬は面白いなというのを改めて思いましたね。小倉でデビューしてから3連勝、最後も3連勝で終わったらかっこいいですね。そうですね、もう本当にそういう締めくくりをしたいと思ってますので、ただね、本当にすごい馬たちが今回も集まって、みんな勝ちたいわけですからね、楽なレースにはならないと思いますし、客室的にね、ちょっと偏ってるところがある馬なのでね、やはり展開にも左右される可能性もあるので、そこは慎重に乗りたいなと思ってます。とにかくコース実績などは全く問題ありません。日本の総大将として一言最後に締めていただけますか？はい、そうですね、これだけの馬ですし、もう自信を持って乗りたいと思います。もう皆さんも期待してくださっているので、その期待に応えたい気持ちが強いです。勝てるように頑張りたいです。東京競馬12レースジャパンオータムインターナショナルロンジン賞第44回ジャパンカップ G1 国際招待競争芝 2400m 出走馬をご紹介します。キングジョージを制し府中へ進撃、1番フランスのゴリアット496キロ、クリストフ・スミヨン58キロ、雨の淀を沸かせた強襲再び2番ブローザホーン430キロプラス4、菅原明58キロ、我こそが日本総大将3番ドーリュース510キロプラス6、武豊58キロ、英雄を父に持つ長距離砲4番ジャスティン・パレス468キロマイナス2、クリスチャン・デムーロ58キロ、目黒に続き結びの1番を制するか5番シュトルーベ478キロプラス8、鮫島勝馬58キロ、遮る中で3度目の正直6番ダノンベルーガ492キロマイナス6、松山康平58キロ、ジンバとも狙うは世界の頂ただ一つ、それに変わりはありません。7番新エンペラー488キロ、酒井流星56キロ、最後の戦いは父のふるさとで8番アイルランドオーギュストロダン454キロ、ライアン・ムーア58キロ、牝馬2冠の誇りを胸に9番チェルミニア494キロプラス4、クリストフルメール54キロ、菊の大輪を思い出で終わらせるわけにはいきません。10番ドゥレッツァ470キロ、ウィリアム・ビュイ58キロ、春夏冬の重賞3勝、秋は悲願を叶えたい11番空手530キロプラス4、杉原誠58キロ、拳突き上げ府中に夜明けを叫ぶ12番ソウルオリエンス476キロプラス8、横山武史58キロ、今夜はきっとその素晴らしい末脚を思い出す13番ドイツファンタスティックムーン440キロ、レネ・ピーヒュレク58キロ、桜咲かせたあなたと共に世界が見上げる星になる14番スターズ・オン・アース500キロちょうど、川田優雅56キロです。
2024年東京競馬最後のレース、第12レースはジャパンオータムインターナショナルロンジン賞第44回 G1 ジャパンカップです。スタートまでもうしばらくお待ちください。陸上自衛隊中央音楽隊の皆さんによるファンファーレの生演奏でした。東京競馬場第12レースジャパンオータムインターナショナルロンジン賞第44回ジャパンカップ G1 国際招待競争芝の 2400m、 フランス、アイルランド、ドイツからそれぞれ1頭ずつを迎えてメンバーは14頭です。日本馬が上位を独占しワールドベストレースに選ばれた去年第43回ジャパンカップから1年、フランスのゴリアット、アイルランドのオーギュストロダン、ドイツファンタスティックムーンが日本が誇るメンバーを相手に戦います。迎え撃つ日本勢はブローザホーン、ドーデュース、ジャスティン・パレス、シュトルーベ、ダノンベルーガ、シンエンペラー、チェルビニア、ドゥレッツァ、カラテ、ソウルオリエンス、そしてスターズ・オン・アース。ゲート寄りが徐々に進んで13番ファンタスティックムーン、レネ・ピーヒュレク、今ゆっくりとゲートの中へ収まります。スタートしました。シュトルーベのダッシュがつきませんでした。ドーデュースは5分に出た後位置を下げます。まずはダノンベルーガとシンエンペラー、シンエンペラー先頭、これにソウルオリエンスがついていきます。酒井隆成と横山武史、東西の若手トップジョッキーが世界を先導します。1コーナーカーブへ隊列が徐々に決まりつつあります。ドーデュースは最後方から2番手、後ろから2番手、前は7番のシンエンペラー、リード体半分です。2番手12番ソウルオリエンス、3番手は3頭で外に14番スターズ・オン・アース、内に6番ダノンベルーガ、間に9番チェルビニア、インコース3番手の一角に1番ゴリアットが構えていきます。2コーナーを回ります。向こう正面に到達、その後中段固まっていて4番のジャスティン・パレス、間6番のダノンベルーガ、外に8番オーギュストロダンです。その後後方よりに2番のブローザホーン、さらには11番の空手 1000m 通過タイム62秒に、その後後ろ3頭、5番シュトルーベが後ろから3番手、並ぶ13番ファンタスティックムーン、3番ドーデュースはこの外隊列の一番後ろ、先頭から最後方ドーデュースまでは11、2馬身というところ、3コーナーを回ります。この間に10番ドゥレッツァ、ウィリアム・ビューイックが先頭に立ちました。 1000m を切っている1馬身半、2番手に14番スターズ・オン・アースに変わっています。インコースの3番手となった7番シンエンペラー、その後22番ソウルオリエンス、インコースからは1番のゴリアット、中段に9番のチェルビニア、外寄りには8番のオーギュストロダンです。3、4コーナー、中間から4コーナーへ、この一角に4番ジャスティン・パレス、さあ4コーナーへ向かいます。前は10番ドゥレッツ先頭、その後に14番スターズ・オン・アース、ドーデュース動いた、中段外4コーナー、マッチ先頭、ドゥレッツ先頭、2番手にはスターズ・オン・アース、チェルビニア、もう先頭にドーデュースが並んでいる。あっという間だ。ドーデュース先頭に変わるか、内ドレッサ、その後に
スタートは最内から新エンペラー折り返そしてコリアンとチューリニア先頭は3番のドーリウスから10番のルレット折り返そして新エンペラードーリウスかルレットかドーリウス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 ドーリウスですドーリウスです最後はドゥレッツァ新エンペラーを外からねじ伏せましたこれこそが日本総大将ドーリウス今日は最高峰から4コーナー手前でポジションアップ直線の半ばで先頭に並びかけて合わせに来たドゥレッツァウィリアム・ビューイックをねじ伏せで召しましたドーリウス武豊この馬の走りができてすごく嬉しいです。王子褒章を受賞したばかり55歳の武豊は四半世紀前スペシャルウィークが走っていた頃につけられた日本総大将の名を自ら買って出て世界を迎え撃つために今日この舞台にやってきました最高峰追走秋の天皇賞は直線強襲でしたが今日はもう4コーナーを前に進出開始直線の半ばルレッツァそして新エンペラーこの2頭に外からねじ伏せに行きました動き出しのタイミングはもうパーフェクトでしたこれより前でも後でも結末は違っていたかもしれませんこれで武豊騎手は歴代単独トップのジャパンカップ5勝目東一や早朝教師シュバルグランに続いてのジャパンカップ制覇ということになります豊かコールです2024年11月24日午後3時48分東京競馬場は豊かコールに包まれています手ちぎれるわ遅すぎてさすごいなでも3マイル持つわ外回ってこのメンバーで外回って破格の時計ですよ2人で飲み込んだもんなこんな馬いないんでよく難しいタイミングいやあれしかないかなと思ったもんいやもうよし有馬行こう有馬無事ならオーギュストロダンのデビュー戦というのは2022年6月1日から競馬場に始まりました3年間のオーギュストランとの旅を今どう振り返りますか Yeah, sure. Obviously it's been an incredible journey for us, privileged to have him. So many people involved with him. Ryan took him all the way through his career, rode him all the time and gave him unbelievable rides. For obviously John and Sue, Derek Gay, Michael and Dorian and George and Emily, it's been unbelievable for us really. His class, he showed class straight away from day one, and all through all his races. He's beautiful mind, great mover, obviously been by Deep Impact out of a Galileo mare, like Tom and MV said, brought both continents together, and it was a privilege for us to have a Deep Impact with such quality and class, and we always dreamed that he would end up here
for his last run, and that was the dream, and he retired safe and sound. So really, we were delighted that he's fine now. That's all that mattered today. But very so grateful and thankful to the JRA and the Japanese people for putting on a show like this for him and being so respectful to him. So thank you very much, everybody. ダイアムーアジョッキーはもうこれまでたくさんの名馬にまたがってこられましたが、そんな中にあってね、オーギュスト・ランってどんな馬ですか？ He was very special from the first day I saw him, the first time I sat on him. He impressed me. I believe I said to Aidan, I think he'll win the Derby the first day I sat on him. He was always a special horse, beautiful mover, very much like his sire. And the day he won the Derby, he gave me an unbelievable feel. And I'm very privileged to ride many good horses, but he's right up there with the very best.